車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日はライズのハイブリッド。今、2024年の7月でして、長らく生産中止中だったハイブリッドが、ようやくね、生産再開といったところで話になっています。実際は、数ヶ月分の注文を受けて、その枠がいっぱいになったら、また一旦生産をストップしてというかね、改良を控えているそうなんですね。で、それに向けてといったところなんですけれども、今このあたり流動的でね、どうなるかわかんない。で、とりあえずね、喜ばしい。ライズはライズならではの魅力があるといったところで、喜ばしいので、これ取り上げていきます。で、まず魅力一つ目。低速時に優れる燃費性能。このライズね、乗ってみて思ったんですけれども、低速時のね、燃費がすごくいい。で、逆に流れの良い幹線道路とか、いいペースで走ってるときはね、準ガソリン車ぐらい、20キロぐらいだったかな。そのくらいの燃費が表示されていました。で、1060キロという軽量ボディと、それからエンジンを発電専用にしてモーターでドライブするシステムの、ハイブリッド。この良さがね、出てくるのが低速時の燃費性能というのをね、感じました。で、実際にね、燃費の動画撮るのに測ってみた時の様子はこんな感じ。3つの区間で、1つ目の区間は、山道の方に向かって一般道を普通に走っていきます。で、2つ目はもうくねくねのね、アップダウンある山道を、ね、普通に走る。で、最後の区間は戻りの区間として、最大限にね、どれぐらい燃費を伸ばせるかということに主眼を置いて走ってきました。区間別に見るとね、このようにちょっとね、すごい差があって、参考にならない数値なんですけれども、平均するとこんな感じ。で、このあたりがね、ライズのハイブリッドの魅力かなと思いました。やっぱりね、車的にも短距離短時間とか、近距離っていうのかな。そこに主眼が置かれた車でしょうし、長距離乗るときはね、やっぱりどうしても大きい車の方が快適だったり走りやすかったりしますから、車全体に合っている乗り味、それからこの燃費性能、このあたりがね、好印象です。では、二つ目。二つ目は、細かい操作に反応してくれるステアリング。これちょっとね、今回取り上げたのは、動画見ているとね、ライズって細かい操作に応答してくれないよとか、だるい、曖昧、それから、そんな感じのね、動画があったりなんかして、で、自分は違うことを思いましたので、ちょっと述べていきたいなと。まずね、この細かい操作に反応してくれるといったところなんですけれども、すごく集中して、意図的に細かい操作をしています。そうすると、車は反応してくれてね、車線の中で少しね、位置を変えるといったところがね、容易にできました。なので、細かい操作に反応してくれるといったところはね、自分はそう思います。結構ね、これ大発車の共通するいいところじゃないのかなっていうのをね、思っています。で、大きく切ったとき、こっちもやっぱり意図的にね、90度ぐらい大きくグワングワンと素早く切ったりなんかしたときなんですけれども、これはそうですね、サスペンションが柔らかいこともあって、そんなにキビキビというわけではないのかなと。全くね、反応をしないような、軽自動車ってそういうのもありますけれども、そういった感じではなくてね、普通に反応はしてくれる。でね、思うんですけれども、細かい操作に反応してくれるかどうかっていうのはね、まず細かい操作ができるかできないか、それからそれを感じるか感じないかといったところが、それぞれですので、きっとね、このライズのここに関しては、運転に慣れた方とかでもね、ご満足いただけるような感じになっているんじゃないかなと。で、自分としてはね、これ、欠点というよりも逆に魅力としてね、挙げたいポイントです。では、3つ目いきます。3つ目は、優れた見切り性能と車両間隔の取りやすさ。これ、いつも取り上げているので、今回ちょっとね、後ろの方に挙げました。前のね、レビューとかでも言っています。そう。でもね、これがね、一番だと思うんですよね。燃費だったら他にもいい車はいっぱいある。でも、この見切り性能とかはね、もう最高レベルでしょと。そう思うようなところがあってね、もう本当言ってて笑顔になっちゃうようなね、ポイントです。なので、狭いところに行って困らない。お出かけ先、あそこ嫌だなとか嫌な気持ちにならずにニコニコでお出かけができる。あと、コーナーとか走っていても、あと他車線道路の中央にいてもいいところがいっぱい味わえます。まずね、車の前方がよく見えるのはもう当然です。もう前の方まで見えてね、前を寄せるのはすごく楽。あと、曲がりながらの助手席側の前とかもね、感覚が取れてっていうかもう実際に見えるので、すごく楽です。で、車自体がね、小さいのもある。でこのあたりがね、お出かけをね、苦にしない、重ったるい気分にならずにお出かけができる。すごくいいですよね。で、あとね、コーナーを走っていても、タイヤの位置がつかみやすいので、
このぐらい内側に寄ろうかなとか、今度外側ね、どこに向かって立ち上がろうかっていうのが予想がしやすいですし、予想に合わせて操作ができる。このあたりね、もうほんといいですよね。もうすごくね、レベルが高い。現在売られてる車だともう最高レベルというか、そうですね、ライバルのクロスビーもいいんですけれども、クロスビーもね、すごい良くて、でもライズの方がもうちょっといいかなといった感じです。ということで次行きます。次は使いやすい内装。まずね、内装ね、ライズの魅力の一つだと思うんですね。ダイハツの上級車種として、もう遠慮がないような作りというかね。で、使い勝手で言うと、まずね、シフトセレクター乗れば必ず触る部分。ここが軽くてね、位置的にも角度的にも間違いにくいような作りをしています。間違いにくいというのが、行き過ぎて次に行っちゃうことが起きにくいといったところです。あとね、ドリンクホルダー。ドリンクホルダーね、いっぱいついています。ドアポケットに2個、センターコンソール2個、あと運転席右前とかにもついていまして、いっぱいね、ジュースを置けます。私はいろんな味を飲みたいわと、いろんな味を少しずつ飲みたいわっていうお客様とかね、お客様っていうかお姉様とかね、あとは、俺すごい汗っかきだから、もういっぱいジュース持ち運ぶんだぜっていう男の方とかね、もうどなたでも満足できるだけドリンクを置ける場所があります。転がっちゃう心配もないのでね、これホルダーがあるとやっぱり安心です。それで言うと、運転席の前はね、背が高いペットボトルなんか置くのはね、ちょっと向かないかなというのはあります。ちょっとガタつきます。ここはカップ専用としても、その他にいっぱいあるといったところでね。あと、リアシート。リアシートはね、もう普通に広いです。普通にというのが、今ね、コンパクトな車でも、アップライトに座って、ビジネス的な椅子っぽく座って、足元広くするっていうのはもう、どの車でもそうですから、みんな広い。なので、ライズだけの魅力ではないんですけれどもね、やっぱりリアシート広いです。で、ここライバルで言うと、クロスビーがね、リアシートアレンジ多彩で、いろんな座り方ができたりなんかして、クロスビーもいい。あと、価格が近いところで言うと、WRV がね、リアシートの快適性とか、もう座るだけでもいいし、走ってもいいし、ここ際立っていましたので、いろいろあって、でもライズもいいなといったポイントです。そうしましたら次は、ライズならではの魅力と感じる内装の部分。ライズならではの内装魅力といった部分で一つ挙げます。一つは過色ですね。内装の過色が際立っています。これガソリンの上級グレードと、ハイブリッドのグレードでね、そうなんですけれども、このハイブリッド G という今回映しているライズで言っても、ここがね、すごく魅力的です。まず、エッジが立っているようなね、過色がすごい。シルバーの過色ですとか、シートに入るね、赤い、なんていうのかな、ステッチではないですけれども、この隅っこのね、過色。それからセンターコンソールはもう SUV らしさ満点のようにね、強調されて力強さがアピールされている。こういった部分がね、車買ってね、宝物的、俺の車特別だぜって感じるようなところとしてね、感じるんじゃないかな。10代、20代と買っていくとね、オーソドックスな作りとかも良くなってきたりすると思うんですけれども、やっぱり自分も思い出しますと、最初の1台、2台とかは、この個性的な部分でね、俺の車すごいなって思える喜びがあったりなんかして、満足感につながったのを思い出します。で、ここで言うとね、メインメーターもね、液晶メーターになっていて、グラフィカルな表示がね、いろんな表示ができたりとか、個性的、独創的っていうのか、独創的な表示がね、美しいなと。ライズのね、大きな魅力ですね。といったところで、じゃあ次はね、人を選びそう3選というテーマに入っていきます。今回はね、一つ目は、ちょっとネガティブな人を選びそうというかね、自分はもうちょっとと思うところから始めていきます。では、人を選びそう3選のうちの1つ目。ワンペダルの煮詰めに関する話。このライズのハイブリッドシステムは、ワンペダルモードというね、システムを持っています。オンオフはできます。で、これと車の動きを考えたときに、もうちょっと煮詰めてほしいかなと思うところがありました。ワンペダル単体で言ったらね、もう全然悪くないんでしょうけれども、車と合わせたときに、やっぱり車ごとにね、煮詰めていくっていうのは必要になってくるところなのかなっていうのをね、このライズで思いましたので、そういった部分です。まずこのライズはね、ちょっとサスペンションがぴょこんぴょこんって動きやすくて、ワンテンポ遅れてフロントがグッと沈むポイントなんかがあります。ほんのわずかですけれどもね。で、ワンペダルというのは、ダイハツ的に言うとスマートペダル。でアクセルペダルを離しただけで結構強い減速力が得られる。で、ブレーキペダルのね、使用量を最小限にして止まれるといった機能の総称です。
で、このワンペダルが、微妙にね、唐突に感じるところがある。もうアクセルペダルをね、5秒とかかけてもうめちゃくちゃゆっくり離してきても、どうしてもね、コクッとこう前が沈むところがある。このあたりが車との兼ね合いでね、もうちょっと煮詰めてほしいかなと。加速の時がね、モータードライブということでね、滑らかなんですね。で、それがあるので、このワンペダルの方がちょっと嫌なところが目立つかなって、そこもあります。これで言うとね、ポジティブな部分で、それを魅力として、加速時の滑らかさを強く思うか、もしくはこの減速時のね、滑らかさを欠く部分をネガティブとして、そっちが強く印象として残るか、どっちかっていうところでね、ちょっと人を選びそうとも言えるのでね、今回取り上げさせていただきました。次は人を選びそう3選のうちの2つ目。エンジンノイズに関する話です。これもそうですね、1つ目と一緒。エンジンが止まっていて静かな部分を魅力として捉えるところが大きいか。もしくは、たまにかかるとね、そのギャップからエンジンがすごくうるさく感じられちゃう。で、これをネガティブとして捉えるか。どっちが強いかっていったところでね、人を選びそうといったところです。このライズのハイブリッドのエンジンが、冷えてる時で停止に近い時、エンジンかけたばっかりの冷えてる時で、しかも低速の時。この時にね、かなり効率がいいだろうなって思えるような高い回転数で回るんですね。なのでエンジンノイズがぐわーっと盛り上がって、振動とかも、かなり大きい音で回るのでね、ガソリン車とか 1000cc のターボでアイドリングしてる時より大きな音でね、エンジンが回ります。さすがにね、発電機っていうのは最大出力の回転数で回すのが一番効率いいでしょうから、でもその回転数じゃ回らないです。2000何百回転で回ってたり、下手しても3000回転くらいかな。そのくらいで回って充電してるような感じなんですね。で、これがうるさいのと、あとね、ブレーキと合わせたとき、電動のブレーキブースターだと思うんですけれども、ちょっとね、ブレーキペダルに合わせて回転数が上下したりします。家から出るときに歩道をまたいで本線に出るときとか、何回かブレーキ踏み直したときに、ぐっぐっとね、エンジン回転数が上がったり下がったりする場所がありまして、こういったところがね、普通のマスターバッグを使ったガソリン車のブレーキみたいな感じを受けたりなんかしてね、やっぱりこれもちょっと何かあるから余計意識がそっちに行っちゃうといったところでね、ありました。そしたら3つ目。3つ目はね、繊細な部分です。微妙に優等生的な乗り味。これはもうね、もう本当に人それぞれと思えるようなところでね、どう取るかっていったところで、一応特徴としてあげたいのと、自分だったらこう思うといった話です。ライズ自分が乗ってきたのが 1000cc の FF と 1000cc の 4WD。それからこのライズのハイブリッドなんですけれども、このね、4WD ってハイブリッドが、微妙に優等生的なんですよね。中途半端に優等生だったら、荒っぽいとかね、車らしさを感じる 1000cc の方が、楽しいよって思うところがあって、このあたりどう取るかっていうかね、ほんと人それぞれの部分で。車体の重さですとか、重量バランスですとか、それが結局サスペンションの動きとして最終的には乗ってきて、タイヤを路面に押し付けるその接地感につながってくる。で、こういった部分でね、まず特徴的な部分で言いますと、ステアリングがね、中心は結構固められるタイプ。で、切った後は打角を保持しようとする力が結構強くて、意外とね、車は落ち着いているんですね。このハイブリッドモデル。で、それから乗り心地で言いますと、大きな段差とかはね、柔らかくグワッグワって動きます。で、小さい段差が続いたりなんかするとドカドカして、でもやっぱりそうですね、1000cc とかと比べると、落ち着いて感じられるタイプ。優等生的に車ってなっていくと、嫌な部分が目立ちやすいとね、なっていきます。特徴ってね、結構ぶっ飛んでる方が、ぶっ飛んでるところいいよねと思ったら、苦手なところはね、しょうがないって思うものなんですけれども、もう優等生的にね、平均点が高くて、どこか一つ欠点があったりなんかすると、そこが気になるといったところも出てくるので、さあどうだろうと、好み次第というところかな。で、そうね、ライズも 1000cc ターボとかがなければね、また印象変わってきたんですけれども、それをね、先に乗って後から登場したハイブリッドですので、好み分かれたというのが自分の中でありました。で、ライバルと比較してもね、先ほど挙げた2台と比べると分かりやすいです。まずクロスビーはね、車らしい感じ、ステアフィールも乗り心地もね、ほんと車らしい感じが溢れています。逆にちょっと荒っぽいんですけれども、これがね、めちゃくちゃ楽しい。
で、あと、WRV。WRV になりますと、かなりね、上質です。ほんとね、大きい車感がシミュレートされたようなね、そうした味付けとして作られたような車で、こっちはね、上質。で、ライズは、どちらかといえばっていうか、クロスビー寄りなんですけれども、中間に位置する車。でね、ここがね、迷うところであってすごい楽しいかなと。楽しいというのがね、このクラスって全部が求められるクラスではないので、特徴が際立っています。何かしらね、一ついいところをぐっと持ち上げるか、全体を平均的に作るかとかね、いろいろあるんでしょうけれども、いろいろね、特徴が際立つクラスなので、比較が面白いです。で、特にね、特徴が際立ってると思うクロスビーと WRV は、ちょっと今後比較の動画なんかも作っていきたいなと思いますので、また今後も期待してください。といったところでね、以上になります。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。